はい、こんにちは。こんにちは。はい、月刊オーバードーズやってまいりました。決して取りだめはしてません。早いっすよね。早いですよね。でね、今回もまたオーバードーズのね、製品の魅力を伝えていきたいと思うんですけれども、で今回紹介する商品はどうですか？アジャスタブルアルミサスアーム、アルミフロントサスアーム。フロントサス。これは今回はねタイプ3になりますね。もうロアですね。なるほど。はい。タイプ3、はい。もう3つ目ですね。はい。はい。でこれまあ一つ大きな特徴が、これ裏返すと分かるんですけど、本体に、このアジャスターシャフトっていう、まあこれスチールなんですけど、でこれがまあ入り込んでる。それをこの芋ネジで、固定して長さを、まあ変えられるようになってるんですけど、でこれ結構、まあ他社さんでもね芋ネジで留めてるタイプあると思うんですけど、まあ結構クラッシュするとずれちゃったりとか、ずれますよね。であとはそのセッティングでこう動かした後、やっぱ元の方がいいなってなった時に、元の位置になかなか戻しにくいというか、まあ要はセッティングのその再現性みたいなものがでドンピシャでね、こう無段階で変わってしまうものなので、まあなかなか合わせにくいかなと思ったので、これはなんかちっちゃい穴が開いてますね。へこみがあるんですよね。でここにこの芋ネジがこう入り込むような形で固定されるようになってます。これ感覚的には1ミリ間隔とかコンマ5とか？このアジャスターシャフト側は、2ミリピッチで開いてるんですけど、こっちの穴との関係、穴ピッチとの関係が、いわゆるバーニアの関係になってるので、バーニアってよく例えばノギスの、サブのメモリですね。その間がこう今デジタルノギスがメインだから分かる人少ないかもしれないですけど、バーニアって聞いてガンダムのスラスターのことなんだってずっと思ってたんで僕そっちの方が分かんないですけどなのでまあピッチがずれてるんですね。でそれによってこっちの、穴、もしくは下の穴を使い分けることで、このへこみ自体は2ミリピッチなんだけど、調整自体は1ミリ刻みでできるようになってます。要はこの穴どちらかを使うかによってその1ミリ刻みできるってことですね。はい。そういう構造になってます。でもう外から簡単にねアクセスしてそうですよね。変えられるので、今試しにいいですか？やってみるとこれ緩めるじゃないですか。でそうするとねこれがねこれでもうガタガタっと変わるわけですよ。こうやって。なるほど。でこのどこを使う、まあ外側にも一応メモリはあるので、で合わせてもらってこれをもう一回締める。でこれをもう一回緩めてこっち側へ差し替えると、そのさっきと位置が変わってくるので、1ミリ刻みで調整できるようになってる。こっちを使ったりこっちを使ったりすることで、ピッチが1ミリで調整ができるっていう感じになってますね。そうですね。だから今こうやって何気なく動かしちゃってますけど、もう元の位置に簡単に戻せるので、全然気にせずばらしてちゃいますね。なるほど。はい。アナーポッターですね。アナーポッター用語みたいな。そういうことになってる。伊藤さんはもっとガンガン言ってくれって言って。本当ですか？オッケーもらってるんで。オッケーもらってるんですか？そうですか。はい。わかりました。なるほど。これね、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、これローアームが穴が上下に開いてるね。そう穴がいっぱい開いてるんですよ。で今この車ちょっとプレートはついてないんですけど、まあ穴が6箇所開いてるんで、プッシュロッドの取り付け位置がまあいろいろセッティングができるのと、あとはここにつくエクステンションのプレートがまた別であるんですね。そうなんですか。でそれによってもっと外側にしたいよっていう人はそれをつけてもらって、外へこうなんだろう移動させてもらうっていう使い方もできるようになっているので、フロント周りのレバー比に関してはいろいろできるようになっていると思います。でそれと、このロアームとこのノットエンドの関係が今回ここで折れてるんですよね。こう要はガルアーム形状になってるんです、ね。要はカックンってなってる、そうですね。ちょっと分かりづらい。分かりづらい。これね設計的に言うと6度の角度がこうついてるんで、6度折れてるんですけど、で、まあ、何がやりたかったかっていうと
折ることで、ここの動作角をたくさん取りたかったんですね。でサスペンションストロークを今大きく取るセッティングだとか、あとはフロントの車高を多少上げ気味で使ったりすることが多かったんですけど、その時にここがこうなんだろう、動作角を超えてしまって動きが渋くなってしまう時が、そのためにってことね。なのでこれが斜めにボールスタッドに対して斜めに行くよりは、こう角度が緩く入った方が動作角が取れるので、それでこう途中で曲げたっていう感じですね。でもう一つそのガルアーム形状にすることで、単純にこう例えばサスアームが地面に向かってこう降りていくよりは、途中でこう折れた方が、路面からの入力に対して足が動きやすくなるっていうことがあるので、それでこうフロントの、追従性を良くしてるっていうのもありますね。こだわりますね。いろいろやってるんです。いろいろやってますね。それとあと、まあこのアームの長さ幅がノーマルよりも7ミリ、狭くしてあります。これかなりその前後に移動でさせれるね。させれるようになってるので、まあここでの例えばロアームを移動してでのキャスターの調整だったりとか、あとはホイールベースの調整っていうのもより広くできるように。そうだ、7ミリ調整できるって、それはすごいね。そうですね。それでこれね、この製品に限った話ではないんですけど、うちのサスアームって、これサスピンがこの芋ネジで固定されてるんですね。どこ？要はサスアームとサスピンがこう一体になってる、一体というか動かないように。これやってるの多分他のメーカーさんは多分やってないと思うんですけど、みんなフリーだよね。そうですね。でまあ、もちろんサスピンに対してサスアームをきっちり動かすっていうのも、考え方としては一つありなんですけど、これみたいに例えば幅を狭くしてしまうと、サスピンとアームのそのサスピンが入る穴とのクリアランスでキチキチに仕上げたとしても、やっぱりガタは出ちゃうんです。で幅がより狭いので、同じガタでも例えば広い時と狭い時でクリアランスが同じだとしても、この幅が狭い方がタイヤのところで見た時のガタ量って大きくなっちゃうんですよね。なのでそれがちょっと嫌だなと思ったので、うちはサスアームとサスピンは固定しちゃってます。そうするとそこのガタはなくなるので、それはなんか初めて見た。そうすると今度サスマウントのところのガタクリアランスだけになるので、これ結構一番広いじゃないですか。だから多少のガタがあってもタイヤの部分にはそれほど大きく出てこない。それも考えてっていうことね。そうですね。それも考えて、でうちの樹脂のサスアームもそうなんですけど、樹脂のサスアームにサスピンがうち硬いんですよね。であれをよくこうリーマーとかでスルスルにしちゃう人とかいるんですけど、あれはわざとそういう形にしてあって、要はサスアームとサスピンを固定してる。なるほど。で極力ガタを出さないようにしてるっていう考え方でやってるので。ガタを減らすっていうことを考えれば固定した方がいいんだ。そうですね。で結局ガタというかクリアランスがある部分が増えちゃうじゃないですか。なるほど。でしかも狭いところでそのクリアランスがあると大きく動いちゃうんですよね。それが遠いところにあれば、同じクリアランスでもそのなんだろう、タイヤの部分ではそれほど大きく出てこないっていうことなので、うちはいつもこうしてますね。そういうこだわりがあったんだね。そうですね。これ知ってる人すごく少ないんですよ。すごく少ないかもしれないですね。はい。なので必ずね、うちのはここに芋ネジがあると思います。なるほど。はい。多分フリーにしちゃってる人もおるんだろうね。そうですね。ガタを減らすんだったらまあ締めた方がいいよっていうところですよね。はい。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。